ちょっと、はい。このカメラバッグの量、やばくないですか？やばいんすよ。ちょっとね、全部出してきた。俺たちが持ってるカメラバッグ全部。えぐい量あります。今まで使ってきたもの、あとは今そのカメラアクセサリーブランド Q のプロダクト開発で勉強のために買ったものも含めてめっちゃあんの。で、カメラバッグってさ、この通りさ、めっちゃあって、なんかいろんなね、それぞれの良さがあるんだよね。そうだからカメラバッグを購入悩んでる方っていうのは選択肢が多すぎて難しいから、今日は僕がちょっとこの数の暴力をお見せした上でどれが一番いいかやっていこうかなと思ってる。なるほど。よろしくお願いします。はい、じゃあ行こうか。はい。僕のカメラバッグ史上一番最初に買った PGY テックのやつ。はいはいはい。じゃん。これ全部一つずつ解説したらやばいから、はい、大枠俺が思う魅力を伝えるね。はいはい。まず PGY テックはこの拡張があるの。そうっすね。これがあるから、まあなんなら衣類入れたりとかジンバル入れたりとか、こんな感じですげえ拡張できるから、はい、これはこれでめっちゃいいんだよね。ジンバル入るのはかなりでかいです。そうこんな感じでここに拡張できるっていうのが想像以上に使いやすい。なんかやっぱキャパシティで基本決まってんだけど、カメラバッグってやっぱりその撮影するシーンによって荷物って変わってくるじゃん、だからこういう風に拡張するっていうのはすごく大きいなと思って決め手となったかもしれない。まあ、あとは普通の、カメラバッグによくあるような、小物入れで、あとこれサイドアクセス、サイドからカメラアクセスできる、これフォトグラファー用だね。動画の人はあんまりないと思う。はい。で、あとは面開け普通にできるっていう感じだから、容量としては25リットルで中で仕切りもあるから、ここに関しては正直他のカメラバッグとあんま変わんない。言っちゃえばこれ仕切りとかが、若干柔軟性に欠けるからごちゃごちゃしちゃう、結局ね。はい。っていうそういう解説でした。はい、なので正直使う理由として一番なんか使ってる頻度が長かった時期はこれですよね。これ1個持っとくっていうスタイルね。で、この次に僕が買ったやつ、そろそろショーのもう重いなみたいな、一個一個重いなと思って買ったのがこちら。買ったじゃない、これはバンガードさんの取り組みで提供してもらったやつだ。でも欲しかったからバンガードさんに問い合わせた。そしたら連絡が来た。で、お仕事につながって、今カメラアクセサリーも一緒に取り組んだりしている。実は。はい。っていうね。これ何がいいかって、普通にカメラバッグの仕様なの。ほら、この感じ。普通に大容量、めちゃめちゃ入る。これはかなり入りますね。1台でいけるよね、大体。いけます。俺たち、そのブラマジとか、シネマカメラとサムネカメラ、あとはドローン、レンズ数本、みたいな感じで、これ1個で完結させるときあるよね。いきますね。で、もちろんサイドにこれあるから、ジンバルとか入れたりとかね。で、こういうね、このね、細かなこのね、バッグというかこの、おいなんだよこれ。これなんだよ。あれこれあれじゃん。なくしたやつじゃん。これなんだよ。カメラバッグって、入れるとこ多すぎて、どこに何入れたか忘れる問題。これはね、選択肢が多いゆえの複雑な、思考になってしまうと。こんな感じで大容量なんで、これ結構使ってるシーン多いよね。多いです。多分、俺たちが一番使ってるバッグかもしれない。飛行機乗るときとかも、キャリーだから、飛行機もいけるよね。そう。で、こんな感じで、これで引いたりとか。だから荷物重くて、もうショーのだりーなっていうときは、こういうの持ってなくていい。で、それ壊れちゃったから僕たち切ったんだけど、ちゃんと背負えます。背負って戦闘モードにすることもできるから、これ結構ね、僕的には一番使ってるし、なんだかんだいいなって思う体験だよね。俺たちはガチだから、ガチな人はキャリーかもしれない。そうですね。で、現在もう一個使ってるやつがこれ。来ました。FPV ドローン用のバッグですね。これはジョニー FPV ないしはサム・コールラーさんも使ってるトボルっていうバッグ。これも、僕が、愛用してるやつ、結構高かった。3万円ぐらいで、やっぱサムとかジョニーが使ってるから、ちょっと俺も持っとこうっつって買ったんだけど、これは、ここにね、ドローンを設置できるっていう特殊なやつ。FPV ドローン2機、やったりとか、あと俺たちは普通に FPV ドローンか、DJI のやつを入れたりしてます。だから、これは正直カメラバッグとして使ってんじゃなくて、ドローン用バッグだね。そうですね。俺たちが使うとしたら。こんな感じで開けると、じゃん。
もうこのバッグ持ってけばドローン全部入ってるからもう空撮問題ないよねっていうバッグ、はい。マビック3、そして DJI-FPV、なので、中仕切りはざっくりしているから、機体を入れるにはすごくちょうどいいかなっていう。カメラバッグとしては大きすぎるからごちゃごちゃになっちゃうんだけど、ドローンだったらすごく調子いいよね。はい、で、僕結局ね、こういうなんかね、細かなやつ使わないんだよね。あっても使わないっていうのは、さっきみたいな感じでさ、いろいろ物をさ、なくしちゃうから、ただでさえ取り扱うものが多いし、細かいものは使ってないんだけど、FPV って結構さ、ネジとか使うから、本来ね、レース用のやつは。ここに羽入れたりとか、最低限の小物入れはある状態。っていう感じですね。デザインもね、結構カメラマンっぽさはあるよね。そうですね。ゴツゴツはしてる。こういう感じ。僕よく背負ってるね、これシネマティックで。背負ってますね。で、次に会社。トランスの会社が持ってるやつがこれ。ペリカン。これも安心安全。キャリー付きだから、ちょっと重いんだけど、めちゃめちゃ安心。ハードケース。そう、ハードケース。だから、これブラマジ入ってるんだけど、機材とかね、安心安全に運びたいっていう方は、これ持っときゃ安心。だし、なんか制作者っぽいもん。確かに。だから僕たちはトラベルシネマティッカーだから、これの需要はあんまり。トラベルシネマティッカー。トラベルシネマティッカーだから、あんまりこれのニーズはないかなと思うんだけど、結構ね、制作時に使ってる人多い。確かに。これは DJ ロニン 4D で撮ったまさに。でですね、ここからが大事。Q のカメラバッグ今作ってるんだけど、その勉強として買った。あと、普通に使いたかった。で、かつ市場として売れてるものっていうのが、皆さんご存知のピークデザイン。これね、ピークデザインのトラベルバッグで、カメラバッグじゃないんだよ。トラベルバッグ。荷物多い時があるから、これでっかいの持っておくといいなと思って買った。確かにでかいです。で、これの良さは、もちろん中に何も入ってない時はこういう感じで、おお。こうやってやると、おお。はい、ちっちゃくできるっていうさ。これはね、友達の奥平ベース君も使ってて、めちゃめちゃいいって大絶賛だったバッグですね。で、もちろんサイド、三脚とかカメラバッグ用にこれ持ち運びやすかったりとか、あとリュックをこうやってしまえるの。だからリュックいらないなっていう時は、リュックとかショートもいらないなっていう時はここにしまえる。で、あとは大事なこのメイン。何よりも容量だよね。容量大事。45リットル。めちゃめちゃ入る。で、なんかシンプルなの。だから正直その旅するときに衣類入れたい、結構荷物ざっくり入れたいっていうときはこれ使うのに、ただカメラも入れたいっていうときにこういう別のキューブがあるんです。なるほど。これどうなってるかっていうと、本当にカメラバッグのバックインバッグなんで、それをここにこうやって入れて、もちろんこれ撮れないようにつけることもできるんだけど、こんな感じでカメラを入れて、かつ衣類とかも入れて旅に行けるっていう、そういうコンセプトのバッグだから、もう話してれば分かると思うけど、なんか2泊3日の旅、カメラを持っていくとか、さっきだったらガチで制作するとか、なんかいろんな用途によって多分分かれてくるから、俺ってそのスマホからさ、シネマカメラまでやってる、結構あんまりいないクリエイターだと思うんだけど、だからこそこういういろんな製品を使ってるっていう理由がある。これはちっちゃいやつ。これ3リットルでカメラ1台レンズ1本っていうコンパクトに持ち運べるバッグ。これは正直買わない方がいい。マジで使いづらいし、マジでちっこいし、クッション強すぎるから、本当扱いづらいんだ。ちょっと硬すぎるって感じですね。そう、マジ使いづらい。で、結局こういうスリングバッグって日常でも使えるとか、そういう用途で俺は求めちゃうから、ちょっとこれはね、正直弱い。で、最後。ラスト。はい、こちら。ワンダードさんのデイパック。これは今はね、カメラバッグとかトラベルとか別ジャンルだったんだけど、これは日常でも使えるカメラバッグって言われてて、普通に細かなところはマジ使いやすい、サイドも入るみたいな感じだったけど、最大の特徴は全部開く。全部開けるニーズないかもしれないけど、こうやってアクセスしやすいっていう用途だと思うんだけど、すごく面白いのが、カメラバッグでしょみたいな。だからボックスないじゃん。
ああ、けど、そうですね。ここがこんな感じで、おお、なるほど。なんはいはいかはいはい。物理的にバックインバックになっているというか、で使わないときはこれで溜めるっていう良さがあって、だからこの中にバッグを入れて、なるほど。ただちょっとね、仕様が複雑で若干扱いづらさがあるんですよ。確かに。けどこのラウンド式、ラウンドになってるからサイドアクセスしたいなっていう時もここからこういう感じで振り外せるっていう良さだったり、まあ、あとはこの上のポケットがすごい、なんていうの、開くからここにレンズ入れたりとか、もちろん PC 入れたりとか、ここに大きくいろんなもの入れたりみたいな、最低限小物入れみたいなのはしっかりと整備されてるっていうのになります。まあ正直個人的に思うのはカメラバッグに何を求めるかなと思うんだけど、がっつりなんか使いたいなっていう方はもちろん大容量で機能的なものを選べばいいんだけど、比較的これってのはなんか日常にも使ってほしいなっていうコンセプトでもあるから、僕個人的にはまあもっとなんて言うんだろう、日常に溶け込むようなカメラバッグみたいなものが、まあ、すごく需要としては大きいんじゃないかなと個人的には思っていて、まあ、そういうのを今後作りたいなっていう感じです。もうずっと背負ってる前後ろのやつだな。そう、ちょっとせっかく話すからさ、自分もショットコード持って普段身につけてる。ああ、なるほど。これはもう無印のやつ。普段使い。もう無印安牌。さすが。これまあカメラバッグじゃないよ。はい。たださ、カメラバッグっていうものがゴツゴツしてて、なんか使いたくないなって人一定数いると思うんだよね。日常バッグにカメラを入れるみたいな人も多くて、まあだから一応まあ僕は無印を普段は使ってるよっていう。はいはいはい。これは本当にもう安いし、使いやすいんだよね。で、これはショルダーバッグ。本も入れられて、なんかいろんな日常品も入れられて、完璧なんだよね。だから PC を持ち帰らないときは、まあ、スリングバッグだけでどうするっていう。で、あとアクションカメラとかスマホで撮るときは、この中にさ、OM4 とか、アクションカメラ入れれるから、なので、まあ、無印さんは素晴らしいということで、まあなんか今のそのね、カメラバッグ今バーッとお伝えして、正直自分のなんか用途によって適したやつっていっぱいあるんだけど、なんかそう日常に溶け込むようなそんななんかカメラバッグっていうのはすごくニーズがあると思ったんで、僕はちょっとがっつりカメラバッグじゃなくてちょっとエントリー向けのカメラ持ち始めて間もない方に向けたなんかカメラバッグみたいなものをね、今後 Q では開発したいなと思ってるので、なんか Q のリンクどっかにあります？ Q は概要欄にまあ情報貼ってます。インスタグラムとかあるんで、はい、がっつりやっていきます。はい、皆さんこんな感じでありがとうございました。マッツもありがとう、カメラマン。はい、はい、そんな感じでまたお会いしましょう。バイチャー。行こうか。カメラマン大丈夫？大丈夫？カメラマン。癖強くない？癖そんな今日はそんな出てない。オッケー行こう。オッケー。今の感じでいいんじゃない？はい。